2026年といっても2025年からの話にゃ。中国のお金がつきそうにゃ。いつも通りだったにゃ。日本を愛する皆さん、こんにちは、こんばんは。黙っていられないにゃんこ時事局ですにゃ。このチャンネルは言いたくても言えないことをにゃんこが好き放題しゃべる時事チャンネルですにゃ。チャンネル登録、いいね、そして俳句で応援よろしくお願いしますにゃ。さて今日のテーマは、中国の地方財政がガチで崩壊し始めているというニュースにゃ。にゃにゃ、ついには財布の中身が空っぽってことにゃ。にゃーでもチュール買うときは残高見るにゃ。残高を見るどころか、借金で借金を返すという、猫でもやらない危険な状態になってるにゃ。それ、完全に現場猫先輩案件にゃ。よし、って言ってる場合じゃないにゃ。まず最初の問題は、地方融資平台、LGFV の負債が膨張しすぎて、ついに60兆元、約1300兆円を超えたという点にゃ。ちょっと待つにゃ。地方融資平台 LGFV ってなんにゃって思った人もいるはずにゃ。簡単に言うとにゃ、地方政府がこっそり借金するために作った別会社みたいなものにゃ。本来中国の地方政府は勝手に大量の借金をすることができないルールになってるにゃ。そこで登場したのがこの地方融資平 LGFV にゃ。地方政府が 100% 関与している会社を作って、その会社に銀行や投資家からお金を借りさせる。表向きは会社の借金、でも実態は地方政府の借金そのものにゃ。猫で例えるとにゃ、自分じゃ借りられないから飼い主名義で勝手にキャットフードを分割払いするみたいなものにゃ。しかも最終的には誰かが何とかするでしょうって前提で借りまくってきたにゃ。この LGFV のお金は道路、橋、地下鉄、再開発、不動産投資に使われてきたにゃ。最後の不動産投資は猫でもわかるくらいにダメにゃ。不動産バブル崩壊、土地が売れない、収益が出ない、こうなった瞬間、返す当てが全部消えたにゃ。それが積み重なってついに60兆元超えという、もはや猫でも顔を背ける金額になったにゃ。60兆元にゃーのご飯の換算だと計算したくないにゃ。それだけどうやって使ったのかわからないにゃ。地方政府は土地を売って借金を返すという仕組みで動いていたにゃ。でも不動産バブルが崩壊して土地が売れなくなったにゃ。つまりこの問題、一部の会社が失敗した話じゃないにゃ。地方政府そのものが見えない借金を抱えすぎた結果なんだにゃ。次の問題は税収が激減していることにゃ。土地が売れない、税収が減る、借金返せないって完全に負のループにゃ。地方によっては自前の収入が支出の3割しかないという地域もあるにゃ。3割にゃーのご飯が3割になったら暴動にゃ。いや、泣くにゃ。地方政府は支出を減らせないにゃ。学校、病院、交通、公共サービス、どれも止められないにゃ。でも中国なら平然と止まりそうにゃ。公共サービスを維持するお金すらないにゃ。これ猫でもわかるにゃ。積んでるってやつにゃ。そしてついに公務員の給与遅延が全国で報告されているにゃ。にゃにゃ、公務員の給料って絶対に遅れないってイメージだったにゃ。医療従事者の給与未払い、年金の遅延、公共バス会社の運行停止寸前、いろんなところでお金が尽きたという声が出てるにゃ。にゃーでも働いたらご飯欲しいにゃ。働いてもご飯もらえないなんて、それはもう猫の尊厳の危機にゃ。人間の尊厳の危機にゃ。にゃ、そっちだったにゃ。2025年の中央経済工作会議では、ついに中央政府が地方財政の困難を重視すると明言したにゃ。つまりにゃ、悪いことは猫砂をかけてでも隠す中国がもう隠しきれないほどやばいってことにゃ。そういうことにゃ。地方の財政が崩壊すると公共サービスが止まり、住民の生活に直撃するにゃ。中国が人民のために何かしてるとは思ってないにゃが、猫の世界でいいと昨日まであったこたつがなくなるようなものにゃ。そりゃ大混乱にゃ。ここまで OK かにゃ。にゃーは理解したにゃ。つまり借金、税収激減、給与遅延、公共サービス停止、この流れが止まらないってことにゃ。
その通りにゃ。ではここからは今回の地方財政崩壊についてみんながどんな声を上げているのかにゃんこ自治局がまとめて紹介していくにゃ。やーも気になるにゃ。そっちを優先しろにゃって声絶対あるにゃ。地方政府の財政がここまで悪化してるとは思わなかった。 LGFV の借金が60兆元って国家規模の破綻じゃないかと心配になるよ。土地売却収入が半減した時点で積んでたんだよね。中国の地方財政は土地依存症が重症化してる。公務員の給料が遅れるって普通の国なら大ニュースだよ。中国ではそれが日常化しつつあるのが怖い。地方の財政が崩れると治安維持費も削られる。中国の安定は金で買ってる部分が大きいから、これからが本番だと思う。借金返すために借金するってまさに自転車操業。しかもその自転車もうタイヤがパンクしてる。地方政府の収入が支出の3割しかない地域があるって聞いてさすがに笑えなかった。どうやって行政サービス維持するんだろ医療従事者の給料未払いが増えてるのは深刻だよ。医療崩壊って言葉が中国でも現実味を帯びてきた。医者が仕事の後に肉まんの屋台で働いてる動画を中国の SNS で見たことあるわ。年金遅延も増えてるらしいね。高齢化が進んでるのに年金制度が崩れたら社会不安が一気に広がる。中国政府が親の面倒は子供や家族が見るようにと発表してたので、年金はすでに崩壊してると思う。地方政府の財政難は結局中央に吸い上げられすぎた構造の問題だと思う。地方に裁量がなさすぎる。中国の地方財政は見せかけの繁栄だったってことがようやく表に出てきた感じだね。不動産バブルが崩壊した瞬間、地方政府の収入源が吹き飛んだ。そりゃ財政も崩壊するよ。地方の公務員が副業しないと生活できないって話、あれ本当なんだろうか。もし本当なら相当やばい。中国の地方政府は土地を売る不動産会社みたいなものだったからね。土地が売れなきゃ倒れるのは当然。 LGFV の借金がどこまで膨らんでるのか正確な数字は誰も知らないっていうのが一番怖い。地方政府の財政難が原因で公共バスが運行停止寸前ってニュースを見た。生活インフラが止まるのは危険信号だよ。中国の地方財政は中央のメンツのために無理をしすぎた。今そのツケが一気に来てる。恒大集団の破綻は象徴的だったね。あれでもう不動産では食べていけないって全国に広まった。地方政府の収入の4割が土地売却だったって聞いて驚いた。そんな依存してたら崩れるのは当然。中国の土地は全て政府のものなので、実際は75年借りるだけで売却じゃないぞ。不動産価格が下がると担保価値も下がる。銀行も貸し渋る。悪循環が止まらない。中国の不動産は投資商品であって住む場所じゃなかった。だからバブルが崩壊すると影響が大きい。地方政府が土地を売るために無理やり都市開発した結果がゴーストタウン。あれは象徴的だよ。高いお金で買った家がおから建築で抗議デモしょっちゅう見たい。そのデモも政府が鎮圧してるので売ったもの勝ちになってる。税収が激減してるのに支出は減らせない。これが財政破綻の典型パターン。不動産バブル崩壊の影響はまだ序章だと思う。これから地方銀行の破綻が増える可能性もある。地方政府の財政難が原因で公共バスが運行停止寸前ってニュースを見た。生活インフラが止まるのは危険信号だよ。税収激減の原因は不動産だけじゃない。若者失業率の高さも影響してる。働く人が減れば税収も減る。中国の若者失業率、実質に10、40% って推計もあるよね。統計を出さなくなった時点で察する。若者が働けない。消費が減る。税収が減る。財政が崩れる。負のスパイラルが止まらない。若者の就職先が減ってるって話。あれ本当に深刻だと思う。働く場所がなければ税収も増えないし、悪循環が止まらない。働き口がないのに、地方は借金返済で手一杯、雇用対策に回す余裕がないのが現実なんだろうね。寝そべり族が増えるのも無理ないよ。未来が見えない社会で頑張れって言われても、そりゃ無理だ。若者に起業しろって言うけど、資金も市場もないのにどうやって起業するんだろう。精神論じゃ解決しないよ。SNS で不満を書いたら削除されるって話。あれ本当なら相当やばい。問題を隠しても現実は変わらないのに。住宅補助が削られたら若者は都市に住めなくなるよ。結婚どころじゃない。出生率が過去最低なのも
こういう経済不安が原因だと思う。未来が不安なら子供は産めない。若者の消費が落ち込んでるのは当然だよ。働けないんだから使うお金がない。公務員試験の倍率が跳ね上がってるって聞いた。安定を求める人が増えてる証拠だね。でもその安定すら崩れ始めてるのが怖い。公務員で給料遅延とか普通じゃない。巨大プロジェクトを続ける余裕があるなら、まず雇用対策に回すべきだと思う。順番が違うよね。教育予算が削られたら長期的に国力が落ちる。若者に投資しない国は衰退するよ。普通の国ならデモが起きてるレベルの状況だと思う。監視社会だから表に出ないだけで。若者の未来が奪われてるのが一番の問題だよ。財政の数字よりこっちの方が深刻。軍事費は増やすのに、若者の雇用は放置っていうのが理解できない。優先順位は完全に逆。消費が落ち込むと税収も減る。税収が減ると財政が崩れる。毛布のスパイラルに入ってる。結婚しないのは経済的な理由が大きい。将来が不安なら家庭を持とうとは思えないよ。都市に住めない若者が増えると、都市化が逆流するかもしれない。これは大きな変化だよ。都市部でも仕事がないが、足の下やトンネルなら屋根があるので、ただで泊まれる場所として人が溢れてるぞ。若者の不満が爆発しないのは、表現の自由がないからだと思う。普通の国ならもっと騒ぎになってる。LGFV の借金、60兆元って言われてるけど、実際はもっと多いって専門家が言ってた。中国は出てる数字が信用できない。別会社を作って借金させるって手法。あれ完全にシャドーバンキングだよね。透明性ゼロ。借金の実態が見えない国は危険。どこが破綻してもおかしくない。人口が増え続ける前提だったし、人口減少が始まってるのに、土地依存の財政モデルを続けるのは無理がある。借金の返済は最終的に国民の負担になる。税金かインフレか、どちらかで返すことになる。地方が返せなくなると、銀行が不良債権を抱える。金融危機につながる可能性もある。LGFV は地方政府の第二の財布みたいなもの。中身がどうなってるのか誰も知らない。教育や医療の予算が削られるのは本当に危険。公共サービスが崩れると社会が不安定になる。GDP 至上主義のせいで、地方は無理な開発を続けてきた。数字のためにやったツケが今来てる。見栄えのいいプロジェクトばかりやってきた結果、維持費が払えなくなってる。典型的な失敗例。地方の格差がさらに広がると思う。豊かな都市と貧しい地方の差が拡大する。中国の安定は払ったお金次第。賄賂や汚職で無駄なプロジェクトが増えたのも原因だと思う。お金の使い方がずさんすぎた。財政難を理由に中央が地方をさらに締め付ける可能性もある。そうなると統制が強まる。インフラの老朽化が進んでるのに、修繕費が出せない。だから、道路の陥没やガス爆発が毎日のように起こってるんだね。国際的な信用にも影響するよ。中国のリスクが高まってる。もう地方の問題じゃない。国家全体の構造問題だよ。公務員の給料が遅れるって、普通の国なら大騒ぎだよ。中国ではそれが広がってるのが怖い。中国の病院は国営が多いのに、医療従事者の未払いは本当に危険。お金次第で治療を変える国なので、中国人からすれば一緒か。何ヶ月も教師の給料が出てないと教師が訴える動画も上がってたし、中国に明るい未来があるとは思えない。これは長期的に見ても危険。公務員の給料未払いも続いて、生活ができない。そこに借金の記録の閲覧を停止は、経済が終わってる。経済的問題で軍拡がなまれば地域の緊張も変わるかもしれない。逆に国内が不安定だと外に強気になるっていうのは歴史的にもよくある話。台湾への圧力が強まる可能性もある。国内の不満をそらすために外交で強気になるって分析。あれ本当に当たってると思う。財政難は中央の統制を強める口実にもなる。中国の財政悪化はアジア全体に影響する。日本も無関係ではいられない。借金で成り立ってるなら、一帯一路の投資が減る可能性がある。そうなると海外への影響も大きい。サプライチェーンにも影響するので、日本企業も警戒してる。内政と外交はつながってる。財政悪化は両方に影響する。確かに中国依存は危険なので、日本はサプライチェーンの見直しと備えが必要。中国が不安定になると、日本の安全保障にも影響するので、日本は冷静に状況を見極める必要がある。借金60兆元って、儲けたが多すぎて笑えない。数字の感覚が壊れる。土地売れない。税収減る。給料払えない。でも軍事費は増やす。
完全にバグってる。SNS で不満を書いたら削除されるって、問題を隠すのが仕事になってる。無視すればいいくらいの内容でも消されてるし、隠せば隠すほど逆に目立つんだよね。ネット時代にそれは無理。巨大プロジェクト続ける余裕があるなら、まず給料払ってあげてほしい。そっちじゃないって突っ込みたくなる政策が多すぎる。地方のバスが止まりそうって、もう末期症状じゃん。若者失業率が高いのに、対策は精神論。そりゃ寝そべるよ。問題が起きると投稿削除。これじゃ何も改善しない。数字を出さないってことは、出せないほど悪いってことだよね。財政が崩れてるのに、外に強気、国内向けパフォーマンスって言われても仕方ない。給料遅延って、もう安定した職業じゃないよね。地方の借金、誰がどうやって返すんだろう。未来の人たちがかわいそう。インフラの修繕費が出せないって事故が増える未来しか見えない。財政が崩れてるのにまだ巨大プロジェクトをやろうとしてる。止める人いないのかな。給料遅延が広がると優秀な人材が逃げる。長期的に見て国力が落ちる。優秀な人はもうとっくに中国から脱出してるよ。脱出先の日本にも多くいたけど、中国人観光客が増えて離れたらしいね。財政が崩れてるのに、まだメンツを優先してる感じがする。現実を見た方がいい。地方財政の崩壊は、人口減少と不動産バブル崩壊が重なった結果だと思う。複合的な危機。借金で借金を返す構造は、どこかで限界が来る。今がそのタイミングなんだと思う。地方銀行が不良債権を抱え始めてるって話もあるから、そこから金融危機につながるかも。構造改革が必要だけど、中国共産党の独裁の中では、下から上まで同じな気がする。困ったことが起これば隠蔽なので、スケが回ってきたいまでは、どうにもできないと思う。結局のところ、優先すべきは国内の安定だと思う。そっちを先に解決しないと何も始まらない。みんなのコメントを見て思いましたにゃが、台湾を囲んでの軍事演習は恐ろしいながら、国内事情を見ると火の車とちぐはぐな感じがしますにゃ。中国は国が大きいので、統治が行き届いてない感じをひしひしと感じますにゃ。では今日も言いたいことは言ったので、ここまでにしますにゃ。よければ、にゃんこ時事局をチャンネル登録、いいね、ハイプで応援よろしくお願いしますにゃ。